スナップシュート対決 Z52vs X106。 はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。気軽にスナップ撮影に持ち出すカメラとしてこの2台があります。ニコン Z52 にパンケーキレンズニッコール Z26mmF2.8 をつけたセット。富士フイルムの 23mmF2 のレンズ一体型カメラ X106。タイトルは対決となっていますが、勝ち負けを決めるのではなく、富士のフィルムシミュレーションとニコンのピクチャーコントロールで撮れた写真にどんな違いがあるのかを詳しく比較していきます。富士のフィルムシミュレーションはベルビアを選択しました。ニコンのピクコンはビビッドを選びました。撮れた写真は JPEG 取って出しで比較します。それでは Let's get started! ながチャンネル成功院。F8 まで絞って隅々まで改造しているか調べます。Z52 中央部はよく改造しています。四隅もよく改造しています。X106。中央部はよく改造しています。端っこの砂利、木の葉っぱ、屋根の先、四隅までよく改造しています。比較してみます。左が X106、右が Z52 です。富士のベルビアの方が鮮やかな色合いです。上り旗。Z52
上り旗はよく改造しています。端っこの砂利も明るいところ、暗いところもよく改造しています。木の葉っぱも明るいところ、暗いところは手前はアウトフォーカスですが、奥のところはよく改造しています。X106 上り旗のポールがよく改造しています。端っこの砂利も明るいところ、暗いところもよく改造しています。木の葉っぱも明るいところ、暗いところは同じように手前はアウトフォーカスですが、奥のところはよく改造しています。比較してみます。左が X106、右が Z52 です。赤い色に違いが出ました。富士のベルビアは鮮やかな赤、ニコンのビビッドは深みのある赤です。小道にポツンとあった稲荷神社。網越しに絞り開放で撮っています。Z52 絞り開放からキレキレの改造感です。両脇に網がボケた部分が少し残っています。X106 中心部は改造していますが、やや緩い感じです。右に網がボケた部分がありますが、きれいにボケています。フリンジが出ています。比較してみます。左が X106、右が Z52 です。比べると中心部はニコンの 26mm の方が改造感がいいです。葉っぱの部分のフリンジもニコンは出ていません。色合いは富士の方が赤くくすんでいて、ニコンの方が鮮やかです。長チャンネル。標識の青と建物のオレンジ。左が X106、右が Z52 です。絞りは両方とも F5.6 です。
標識の青は改造感も色合いも同じです。建物は富士の方が少しボケていますが、オレンジは濃く出ています。ニコンの方がボケが少ないですが、色は淡い感じです。空の色は富士のベルビアの方が青が濃いです。みこしの倉庫の軒下。左が X106、右が Z52 です。絞りは両方とも F5.6 です。ピント面の正面器具は両方ともよく改造しています。富士の方は後ろのしめ縄がもうピントが甘いです。ニコンの方はしめ縄もくっきりです。色合いは富士がやや暖色系で、ニコンがやや寒色系です。最後はいつもの場所で歪みがないかを簡単にテストします。Z52、つまり Z26mmF2.8 の開放 F2.8 です。中央部はよく改造しています。絞り開放ですが、周辺部も変な歪みはありません。そこそこ改造しています。Z52、絞って F8 です。中央部はよく改造しています。周辺部もよく改造しています。X106 です。23mmF2 のレンズの絞り開放 F2 です。中央部は若干緩いですが、改造はしています。周辺部は甘いですが、変な歪みはありません。F8 まで絞りました。中央部はくっきりと改造しています。
周辺部も解像感が増しています。比較してみます。絞り開放です。左が X106 の F2、右が Z52 の F2.8 です。中心部も周辺部もニコンの方がくっきりしています。色の感じが今度は富士の方が寒色でニコンの方が暖色です。これはレンズやセンサーによるものではなく光の強さによるもののような気がします。絞って両方とも F8 です。富士も改造していますが、比較すると Z26mmF2.8 のレンズの方が解像感が高いです。4枚並べてみても、この建物は富士の方が色が薄く、ニコンの方が濃くて鮮やかです。最後に X106 でスナップした写真を見ながら分かったことをまとめます。ニコンのパンケーキレンズニッコール Z26mmF2.8 は開放からキレのある描写である。富士フイルムの X106 のレンズは緩い描写を求めるときは F2 でも良いが、基本絞って使う方が良さそうである。フィルムシミュレーションのベルビアは万能ではないが、色鮮やかな写真が撮れる。Z52 も X106 も気軽にスナップ撮影するには最適のカメラであると思いました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。